皆さん、はじめまして。私は NBA が大好きなただの一般人です。皆さんの中に NBA の試合、なんとなく見てるけど、ルールがよくわからない。専門用語が飛び交っていて、ついていけない。そんな風に思って NBA 観戦を完全に楽しめていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方々のために、この動画を見れば、NBA 観戦の基礎がゼロからしっかりわかるような完全ガイドの動画を作成いたしました。皆さんの中に NBA を見てみたいと思っても、ルールや仕組みがわからず、なかなか楽しめないと感じることはありませんか？たまに試合を見るものの、細かいルールや戦術が理解できず、なんとなく眺めて終わってしまう、そう感じる方も多いのではないでしょうか。さらに、NBA ファン同士の会話では、専門用語が次々と出てきて、何を話しているのかわからないこともあるかもしれません。しかし、ご安心ください。この動画では NBA の基本をゼロからわかりやすく解説していきます。この動画は NBA 観戦をもっと楽しみたい初心者の方、そして基礎はわかるけど、もう一歩踏み込んで深く理解したい中級者の方に向けた内容になっています。ルールが難しそうでなかなか試合に入り込めない。試合はなんとなく見ているけど、戦術や専門用語がよくわからない。そんな方でも、この動画を見れば NBA 観戦をより楽しめるようになります。試合の基本的なルールはもちろん、得点の仕組みやファールの種類、さらにはプレイヤーの動きや戦術まで、初心者にわかりやすく解説していきます。この動画を最後まで見れば、NBA の試合をより深く理解し、もっと熱く応援できるようになるはずです。NBA のルールや用語をすべて覚えようとすると大変そうに感じるかもしれません。でもご安心ください。すべてを完璧に覚える必要はありません。この動画では最低限、これだけ覚えれば OK というポイントを分かりやすくまとめています。まずは黄色の枠で強調されている部分だけを押さえておけば、NBA 観戦を十分に楽しめるようになります。細かいことは後から覚えていけば大丈夫です。この動画では NBA の基本的なルールや用語について分かりやすく解説していきますが、もしかすると一部に間違いがあるかもしれません。正確な情報をお伝えするように努めていますが、もし誤った説明や補足が必要な点があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの意見や知識を共有していただけると、より良い動画になりますので、ご協力いただけますと幸いです。まずは、NBA とはという根本的な部分からざっくりと解説していきます。NBA には全30チームが存在し、それぞれ異なる地域を拠点としています。この30チームは大きく2つのカンファレンスに分かれています。まずは左のイースタンカンファレンス、そして右のウエスタンカンファレンスとなります。さらに、それぞれのカンファレンスには3つのディビジョン、計6つのディビジョンに分かれています。イースタンカンファレンスにはアトランティックディビジョン、セントラルディビジョン、サウスイーストディビジョン、そしてウエスタンカンファレンスにはノースウェストディビジョン、パシフィックディビジョン、そしてサウスウェストディビジョンというふうに分かれています。このように NBA は30チームが地域ごとに分かれてリーグ戦を戦い、最終的にはプレイオフを経てチャンピオンが決まります。NBA のシーズンは大きくレギュラーシーズン、プレイイントーナメント、プレイオフ、そしてファイナルの4つのステージに分かれています。まず、レギュラーシーズンは全82試合あり、各チームが41試合をホーム、41試合をアウェイで戦います。この期間で各チームの成績が決まり、プレイオフ進出を目指します。次に、プレイイントーナメント。レギュラーシーズン終了後、各カンファレンスの7位から10位のチームがプレイオフ進出をかけて戦います。勝ち抜いた2チームがプレイオフに進出できます。そしてプレイオフ。各カンファレンス上位の8チームがトーナメント形式で戦います。1回戦、準決勝、決勝の3ラウンドがあり、すべて7戦4勝制。勝ち残った各カンファレンスのチャンピオンが NBA ファイナルへ進めます。最後に NBA ファイナル。東西カンファレンスの王者同士が7戦4勝制で戦い、勝利したチームがそのシーズンの NBA チャンピオンという風になります。このようにシーズンを通じてチームは戦い続け、最後に一つのチームが頂点に立つという流れになっています。NBA は1946年に BAA として設立され、1949年に NBL、ナショナルバスケットボールリーグと合併し、現在の NBA、
ナショナルバスケットボールアソシエーションという風になりました。初期はまだ小さなリーグでしたが、1960年から80年代にかけて、ウィルト・チェンバレン、マジック・ジョンソン、ラリー・バードなどのスター選手たちが登場し、人気が急上昇しました。1990年代にはマイケル・ジョーダン率いるシカゴブルーズが NBA を世界的なスポーツリーグへと押し上げ、その後もコービー・ブライアント、レブロン・ジェームス、ステファン・カリーといったスーパースターたちがリーグを盛り上げています。現在の NBA は世界中からトップレベルの選手が集まり、30チームがしのぎを削る世界最高峰のバスケットボールリーグとなっています。次に、簡単に NBA を視聴する方法をお伝えしていきます。NBA を日本で視聴する方法は様々ですが、基本的には楽天モバイルと Amazon プライムの2択になります。それぞれの特徴を簡単に説明いたします。まず楽天モバイル。こちらは月額968円から全試合を視聴できるのが最大の魅力です。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやファイナル、さらにはドキュメンタリーやハイライトも見放題となっています。特に楽天モバイルの楽天最強プランを契約すれば、追加料金なしで NBA リーグパス for 楽天モバイルを利用できるため、NBA を存分に楽しみたい方には圧倒的にこちらがおすすめとなっています。私は楽天モバイルを本回線で使っていますが、多くの人が言うように電波が弱いという意見もあるので、現在の携帯キャリアを変えずともサブ回線としての契約をお勧めします。一方、Amazon プライムでは月額600円で60試合プラスプレイオフ、ファイナルが来シーズンから視聴できます。全試合見られるかはわかりませんが、とりあえず NBA を見たい、コスパを重視したいという方には手軽な選択肢となっています。すでにプライム会員の方は、このまま NBA を楽しめるというのがポイントになっています。またこれ以外にも、ワウワウやアベマなどの選択肢がありますが、試合数や視聴できる内容に制限があるため、NBA を本気で楽しみたいなら、楽天モバイルか Amazon プライムが現実的な選択肢になります。来シーズンから Amazon プライムが NBA 観戦できるようになるということで、もしかすると来シーズンは楽天モバイルで視聴できなくなる可能性もあります。途中で解約も考えつつ、今のうちに全試合見れる楽天モバイルで楽しんでおくのがいいかもしれません。どちらを選ぶかはあなたの視聴スタイル次第。じっくり考えて自分に合ったプランを選んでください。なお、契約ページへのリンクは概要欄に載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは次に NBA の簡単なルールについて話していきます。すでにバスケットボールをやったことのある人は聞いたことがある話ばかりかもしれません。なので、バスケのルールを大体理解している方は飛ばしていただいた方がいいかもしれませんね。NBA の試合が行われるコートにはいくつか重要なエリアがあります。まずは基本的な構造を押さえておきましょう。最初がセンターサークルになります。コートの真ん中にある円ですね。試合の開始時や延長戦の始まりは、この場所でジャンプボールが行われます。次がスリーポイントラインです。バスケットから離れた弧を描くラインがスリーポイントラインです。このラインの外側からシュートを決めると3点が入ります。それより内側なら2点になります。次がフリースローラインです。ファールを受けた時などにフリースローを打つ場所です。ここからのシュートは1本1点になります。お次がペイントエリアです。バスケットボールのバスケットの下にある長方形のエリアです。このエリアでは3秒ルールという規則があり、オフェンスの選手は3秒以上とどまってはいけません。お次がバスケットとバックボードになります。試合の得点が決まる重要な部分です。NBA のリングの高さは 3.05 メートルで、バックボードを使ってシュートを決めるプレーもよく見られます。コートにはたくさんのルールが詰まっていますが、基本を押さえれば試合の流れがぐっとわかりやすくなります。これからさらに細かいルールを解説していきます。NBA の試合は4クォーター制で行われます。1クォーターは12分。つまり合計48分の試合時間ですね。でも実際に試合を見ていると、もっと長く感じることが多いかもしれません。なぜかというと、試合の合間にハーフタイムや休憩、タイムアウトがあるからです。前半の2クォーターが終わると、15分間のハーフタイムがあり、選手たちは休憩を取ったり、監督からの戦術の指示を受けたりします。さらに、各クォーターの間にも短い休憩があるので、プレーが止まるときも意外と多いんです。
そして試合中にはタイムアウトと呼ばれる作戦タイムがあります。これが試合をさらに戦略的に、そしてドラマチックにしているんです。タイムアウトを取ることで監督は選手に指示を出し、流れを変えたり、疲れを取らせたりすることができます。前半に2回、後半に3回まで使うことができるので、試合のどのタイミングでタイムアウトを使うのかが勝敗を左右する重要なポイントになります。もし試合が同点のまま終わった場合は、5分間の延長戦、オーバータイムが行われます。ここでは限られた時間の中でどちらが多くの点を取れるかが勝負となってきます。ここまで来ると、選手たちがもうヘトヘトですが、それでも全力を振り絞って戦う姿が本当に熱いんです。こうしたルールを知っておくと、今はタイムアウトで流れを変えようとしているなとか、延長戦になるとどっちが有利なんだろうといった視点で試合を見ることができるようになります。試合の進行を理解すると NBA がもっと面白く感じられるはずです。バスケットボールの試合ではただボールを持っていればいいわけではありません。NBA には時間に関するルールがいくつかあり、これを守らないと相手ボールになってしまいます。例えば、何秒以内にシュートしなければいけないのか、何秒以内にコートの特定のエリアを抜けなければならないなどの時間制限があることで、試合のテンポを速くなり、よりスピーディーでダイナミックな展開が生まれます。これから NBA で重要な秒数ルールを一つずつ解説していきます。このルールを知っておくと、なぜ今、笛が鳴ったのかというのがわかるようになります。8秒ルールは、攻撃側のチームが自陣、バックコートでボールを持った場合、8秒以内に相手側のコート、フロントコートへ運ばなければならないというルールです。画面のコート図を見ると、赤く囲まれた部分がバックコート、つまり自分たちの守る側のコートです。ボールを奪ったり、スローインをしたりして攻撃を始めたとき、このエリア内でもたもたしていると、8秒が経過した瞬間に相手ボールになってしまいます。また、相手のディフェンスが厳しくて、ボールをなかなか運べなかったり、パスミスをしてしまったりすると、この8秒ルールに引っかかってしまうことがあります。このルールのおかげで、チームはスピーディーに攻めることを求められ、試合のテンポが速くなるんです。特に相手が強いプレッシャーをかけてくると、この8秒ルールが大きく影響してきます。試合を見ていると、ディフェンス側が8秒ギリギリまで相手にプレッシャーをかけて、相手ボールを奪おうとするシーンがよくあります。この駆け引きもバスケットボールの面白いポイントの一つですね。5秒ルールは、主にスローイン、ボールをコート内に投げ入れるプレーやディフェンスが厳しくマークしているときに適用されるルールです。スライドの図を見ると、赤い矢印の先にある部分がスローインを行う位置です。ここでボールを持った選手は5秒以内に味方へパスを出さなければなりません。もし5秒を超えてしまうと相手ボールになってしまいます。それともう一つ、ドリブルをせずにボールを持っている選手がディフェンスに密着され、密着マークされ続けると5秒以内にパスやドリブルをしなければならないというルールもあります。このルールがあることで選手は素早く判断しなければならず、試合のテンポが速くなります。特に試合の終盤でのスローインはディフェンスのプレッシャーが強まり、5秒ルールが適用される場面が増えます。ここでのミスが試合の勝敗を分けることもあるため、見どころの一つとなっています。3秒ルールは攻撃側、オフェンスと守備側、ディフェンスの両方に適用されるルールです。まずは基本を押さえておきましょう。スライドの図で赤く囲まれているエリア、ここはペイントエリア、または制限区域と呼ばれる場所です。ゴール下のこのエリアは一定時間以上留まってはいけないというルールがあります。オフェンスの場合、ボールを持っていなくても、このエリア内に3秒以上立ち続けると、3秒バイオレーションという反則になります。これは、攻撃側がずっとゴール下で待ち続けているのを防ぐためのルールです。例えば、背の高い選手がゴール下にずっと立っていると簡単に得点できてしまいますよね。このルールがあることで、ゲームの流れがスムーズになり、フェアな試合が展開されるのです。一方で、ディフェンス側にも3秒ルールがあります。ディフェンスの選手は相手の攻撃を妨害するためにペイントエリアに入ることができますが、誰もマークせずに3秒以上このエリアに立ち続けると反則になります。これをディフェンシブ3秒と言います。守備側がゴール下をずっと固め続けているのを防ぐためのルールです。このルールを知っておくと、試合中に審判が突然笛を吹いた理由がわかるようになります。ゴール下の選手の動きにも注目してみてください。バックコートバイオレーションは、
一度相手のコート、フロントコートに進んだボールを自分のコート、バックコートに戻してしまうと反則になるというルールです。スライドの図を見ると赤い矢印が示しているように、ボールがフロントコートに進んだ後にバックコートへ戻ってしまう。このようにルールを違反したことになります。例えば、オフェンスの選手がフロントコートでパスを回しているとき、うっかり味方がバックコートにいる選手へパスを出してしまうと、すぐに笛が鳴り、相手ボールになります。また、ボールを持ったままセンターラインを越えてバックコートに戻るのも反則です。このルールがあることで、チームは攻撃を続けるプレッシャーを受けることになり、より速い展開の試合になります。また、ディフェンス側がプレッシャーをかけて、オフェンス側がミスをするように仕向けるのも見どころの一つです。試合中に突然相手ボールになったときは、もしかしてバックコートバイオレーションと気づけるようになるといいですね。バスケットボールの試合はもちろん、どれだけ得点を決められるかが勝敗を決めるスポーツです。少しでもバスケットボールを見たことがある方なら、誰でも知っている内容かもしれません。ですが、これから NBA の試合を見る上で知っておくべき得点の種類について完全に理解しておくためにも、一つずつわかりやすく説明していきます。フリースローは、ファールを受けた選手が誰にも邪魔されずにシュートを打つことができる特別な得点チャンスです。スライドの図を見ると赤くマークされた部分がフリースローラインです。ここから1本ずつシュートを打ち、成功すれば1点が加算されます。では、どのような場面にフリースローが与えられるのでしょうか。1つ目は、シュート中にファウルを受けた時です。例えば、シュートを打とうとしていた選手に対して、相手が手を引っ掛けたり、体を押し付けたりした場合、審判がファウルを宣告します。この場合、シュートが成功すればその得点はカウントされ、さらに1本のフリースローが与えられます。逆にシュートが外れてしまった場合は、2本、スリーポイントのシュートなら3本のフリースローが与えられます。2つ目は、相手チームが一定のファウル数を超えた時です。NBA では1クォーターの間にチームのファウルが5回を超えると、次のファウルからはファウルを受けた選手がフリースローを2本打てるようになります。これはファウルばかりするチームに対するペナルティのようなものですね。フリースローは試合の流れを大きく左右する重要なプレーです。特に接戦の終盤ではフリースロー1本のミスが勝敗を決めることがあります。試合中にフリースローの場面が出てきたら、選手のプレッシャーや集中力にも注目してみると面白いですよ。2点シュートはバスケットボールの基本中の基本です。スリーポイントラインの内側から決めるシュートはすべて2点になります。スライドの図を見てみると、赤いマークがついている場所は実際に選手たちがよくシュートを打つポイントです。ゴール下でのレイアップやダンク、少し離れた位置からのミドルレンジシュートなど、バリエーションは様々ですが、すべて2点としてカウントされます。特に、ゴール下でのシュートは決まりやすいのですが、ディフェンスも最も厳しくなるエリアです。だからこそ、選手たちはジャンプシュートを使ったり、相手のディフェンスをかわしてシュートを打つ技、こちらを駆使します。また、試合を見ていると、選手によって得意なシュートエリアがあるのも面白いポイントです。例えば、ペイントエリアでのプレーが得意な選手もいれば、ミドルレンジからのジャンプシュートを武器にしている選手もいます。スリーポイントシュートは NBA の試合の流れを大きく変える武器です。スリーポイントラインの外からシュートを決めると3点が入るので、逆転のチャンスや流れを引き寄せる大きなプレーになります。スライドの図を見てもわかるように赤くマークされている場所がよくスリーポイントシュートが打たれるスポットです。トップの位置やコーナーからのシュートは特に得意な選手が多く、成功率も高くなる傾向があります。また、スリーポイントラインの少し外からでもシュートが決まれば3点になります。最近ではステファン・カリーのような選手がロゴ付近やセンターラインの近くから超ロングレンジのスリーポイントを決める場面も増えてきました。こういうシュートが決まると会場の雰囲気が一気に盛り上がります。スリーポイントシュートが決まると一気に試合の流れが変わることが多いので、近年の NBA ではスリーポイントの価値がどんどん高くなっているとも言われています。ブザービーターはクォーターや試合終了のブザーが鳴る直前に放たれたシュートのことです。もしボールが手から離れた後にブザーが鳴り、シュートが決まれば得点としてカウントされます。特に試合終了間際の逆転を狙うロングシュートは試合のハイライトになりやすいです。NBA ではこのブザービートが決まると会場は大盛り上がり。
劇的な試合展開を生むことが多いので、注目のラスト数秒はぜひ注目してみてください。バスケットボールでは、相手の動きを邪魔しすぎるとファールになってしまいます。NBA でも試合の流れを左右する重要なルールの一つですね。ファールにはいくつかの種類があり、普通の接触プレーによるファールから危険なプレーによるファール、スポーツマンシップに反する行為まで様々なものがあります。例えば、守備側が相手のドライブを止めようとして手を使ってしまうとパーソナルファール、試合中に審判へ抗議しすぎるとテクニカルファールになることも。そしてファールが一定の回数を超えると相手にフリースローが与えられるなど試合の展開にも大きく影響していきます。特に試合終盤ではファールをうまく使って相手の攻撃を止める戦略もあるため、ファールの使い方はとても重要です。これからそれぞれのファールについて詳しく解説していくので、なんで今笛が鳴ったのとならないように一緒に理解していきましょう。パーソナルファールは最も基本的なファールであり、試合中に起こる接触プレーのほとんどがこれに該当します。守備側の選手が攻撃側の選手の動きを妨げたり、不適切な接触をした場合に審判が笛を吹き、ファールがコールされます。例えば、シュートを打とうとした選手の腕を叩く、ドリブルしている選手を無理に止めようとして体をぶつける、スクリーンプレーで無理やり押し込もうとして進もうとする。こうした行為はすべてパーソナルファールとなります。守備側だけでなく、攻撃側が相手を押したり、無理に突破しようとして接触した場合もファールになるため、どちらのチームにも関係のあるルールです。試合を見ていると、今のは本当にファールと思うこともあるかもしれません。ですが、審判は選手の手の使い方や体の動きを細かくチェックしているので、意外なところで笛が鳴ることも。そういった視点で見てみると、試合がさらに面白くなるかもしれませんね。ファールアウトとは、選手が試合中に規定のファール回数を超えた場合、その試合から退場になるルールのことです。NBA では、1人の選手が6回のパーソナルファールを犯すと、ファールアウトとなり、もうその試合には出場できなくなります。このファールには、ディフェンス側のファールだけでなく、オフェンス側のファールも含まれるため、攻撃側の選手もむやみに相手を押したり、無理に突破を試みると危険です。ファールアウトになった選手は、チームのベンチで試合を見守ることはできますが、コートには戻れません。特に、チームのエースや重要な選手がファールアウトをすると、試合の流れが大きく変わることがあります。また、ファールアウトを防ぐために、選手は試合の残り時間や自分のファール数を意識しながらプレーをする必要があります。例えば、前半でファールが多くなると、後半で思い切ったプレーができなくなるため、戦略的にファールを使い分けることも重要です。試合終盤では、相手にファールをさせて、主力選手をファールアウトさせる戦術もよく使われます。そのため、ファール管理は、試合の勝敗を大きく左右する要素の一つなんです。試合を見ているときは、選手のファール数にも注目するとより深く NBA を楽しめると思います。NBA には個人のファールだけではなく、チーム全体のファール数が試合に影響を与えるルールがあります。それがチームファールです。NBA では1クォーター内にチーム全体で5回以上ファールをすると、それ以降のファールはすべて相手にフリースローが与えられます。このルールは試合が荒れるのを防ぐために設けられています。例えば、チームがすでに4回ファールをしている状態で、さらに1回ファールをすると、相手チームはフリースローを得ることになります。そのため、守備側のチームは無駄なファールを避けるために慎重なディフェンスをしなければなりません。逆に、攻撃側のチームは、ディフェンスのファールを誘うプレーを仕掛けるのも戦略の一つです。ただし、オフェンスファール、つまり攻撃側のプレイヤーがファールをした場合は、チームファールとしてカウントはされますが、相手にフリースローは与えられません。これは、ディフェンス側が不当にフリースローの恩恵を受けないようにするためのルールです。このルールが最も影響を与えるのは試合の終盤です。チームファールが5回に達すると、ちょっとした接触でも相手にフリースローを与えてしまうため、ディフェンスは消極的にならざるを得ません。一方、オフェンス側は積極的にドライブを仕掛け、ディフェンスにプレッシャーをかけることでファールを誘いやすくなります。また、負けているチームが時間を止めるためにわざと相手にファールをしてフリースローを打たせる、ファールゲームという戦術を使うこともあります。これは相手のフリースロー成功率にかけて逆転のチャンスを狙う戦略です。NBA の試合ではよく見られる駆け引きの一つとなっています。試合を見る際は、
どのチームがどのタイミングでファウルを重ねているか、ぜひ注目してみてください。チームファウルの影響を理解することで、試合終盤の攻防がより面白く感じられるはずです。NBA には通常のファウルとは別に、フレグラントファウルという特別なルールがあります。これは危険なプレーや悪質な行為を防ぐために設けられているファウルの一種です。フレグラントファウルにはフレグラント1とフレグラント2の2種類があります。フレグラント1は相手に不必要な接触をした場合に取られます。例えば、相手を故意に強く押したり、無駄に強い力でファウルをしたりした場合がこれにあたります。この場合、相手チームにはフリースローが与えられ、その後もボールのポゼッションが維持されます。フレグラント2はより悪質で危険なプレーに対して課せられるものです。例えば、相手の頭や首を狙ったプレー、激しいラフプレー、明らかに危険な行為などが該当します。この場合、フリースローとポゼッションが相手チームに与えられるだけでなく、そのプレイヤーは即退場となります。サッカーのイエローカードとレッドカードのような感覚で、フレグラント1は警告、フレグラント2は即退場というイメージです。フレグラントファウルは試合の流れを大きく変える可能性があるため、非常に重要なルールです。相手チームにフリースローとポゼッションを与えてしまうため、一つのファウルで試合の形勢が逆転することもあります。そのため、選手たちは不用意な接触を避けるように意識しながらプレーをしています。また、試合中にフレグラントファウルが発生した場合、審判はリプレイを確認しながら慎重に判断を下します。これは誤った判定を防ぐための重要なプロセスです。NBA では特にプレーオフのような大事な試合では、選手の熱が入りすぎてフレグラントファウルが発生しやすくなります。試合を見るときは、選手同士の激しい攻防の中で、このルールがどのように適用されるのか、それにも注目してみてください。NBA では、プレー中のファウルとは、さらにまた別に、テクニカルファウルと呼ばれる反則もあります。これは、スポーツマンシップに反する行為や、試合の進行を妨げる行動を取った場合に与えられるファウルです。例えば、審判に対して必要に文句を言ったり、判定に対して激しく抗議を続けたりする行為がこれに該当します。試合中にフラストレーションがたまり、選手が怒ってボールを叩きつけたり、大きなジェスチャーで抗議をするとテクニカルファウルを取られることがあります。また、選手だけではなく、コーチやチーム関係者が審判に対して必要に抗議した場合にもテクニカルファウルが課されることがあります。試合中、ベンチにいる選手やコーチが審判に向かって大声で不満を言い続けると、そのチーム全体にテクニカルファウルが与えられる場合もあります。このファウルが発生すると、相手チームにフリースローが与えられ、さらに相手チームのポゼッションが維持されることもあります。つまり、チームにとっては大きな不利を招く可能性のある反則となっています。特に NBA では試合の流れを乱さないために審判はこうした態度を厳しくチェックしています。試合を見ていると選手が熱くなって審判に詰め寄る場面もありますが、そうした時にテクニカルファウルが取られることが多いです。さらに、テクニカルファウルが1試合で2回累積すると選手は退場処分となります。そのため、選手たちは冷静なプレーを心がけることが重要となっています。バスケットボールは感情がぶつかり合うスポーツですが、どれだけ熱くなってもルールを守ることが重要です。試合を見る際には、選手のプレーだけではなく、こうしたルールの使われ方にも注目してみてください。チャージングとは、オフェンス側の選手がディフェンス側の選手にぶつかってしまうことで取られるファウルです。バスケットボールはスピード感のあるスポーツですが、その分、相手の動きを予測しながらプレーをしなければなりません。特に、ドリブルやドライブでゴールに向かって突っ込んでいく際に、ディフェンスの選手がしっかりとポジションを取っていると、オフェンスの選手が体当たりしてしまうことがあります。この時に取られるのがチャージングです。NBA ではディフェンス側の選手が適切な位置に立ち、両足を地面につけて静止している状態でオフェンスが突っ込んでくるとチャージングが成立します。つまり、ディフェンスがきちんと正しいポジションに入っていれば、相手の攻撃を止めることができるのです。そのため、チャージングを狙って相手の突進を待つ、チャージを取るというディフェンスの技術もあります。これは非常に勇気がいるプレーで NBA の試合でもしばしば見られます。しかし、すべての接触がチャージングになるわけでもありません。もしディフェンスの選手が動いていたり、
オフェンスがうまくかわしていた場合は、チャージングにはならず、逆にディフェンス側のファールになることも多々あります。また、リングに近づきすぎる、セミサークル内での接触は、チャージングとしてカウントされず、ディフェンス側のファールになるルールもあります。これは NBA 特有のルールで、選手が無理にチャージを狙わないようにするためのものです。チャージングは試合の流れを大きく変えるプレーの一つです。オフェンス側にとっては貴重な得点チャンスを失う痛いファールですが、ディフェンス側にとっては相手の攻撃を止める絶好の機会になります。試合を見るときはこうした駆け引きにも注目するとより NBA を楽しめると思います。バスケットボールにはボールを扱う際の細かいルールがいくつかあります。特に NBA の試合ではスピーディーなプレーが求められるため、ボールの運び方や扱い方が厳しく、ルールで定められております。例えば、ドリブルの仕方やステップの踏み方にはルールがあり、違反すると相手ボールになってしまいます。また、ディフェンスが相手のボールを止めようとする際にも、ルール違反にならないように注意しなければなりません。ここからのスライドでは、ボールに関するルールの中から特に重要なものを紹介していきます。これらを知っておくと、試合を見ているときになぜ今笛が鳴ったのかがわかるようになり、NBA の試合をより楽しめるようになります。それでは、一つずつ解説していきます。まず、ダブルドリブルです。バスケットボールでは、ボールをドリブルして進むことが基本ですが、ドリブルの仕方にもルールがあります。その中の一つがダブルドリブルです。ダブルドリブルとは、一度ドリブルをしてボールを両手でキャッチした後に、再びドリブルをしてしまうことを指します。例えば、相手をかわすためにドリブルをし、一度止まってパスを出そうとしたけれど、出せそうになかったから、もう一度ドリブルをしようとすると、これはダブルドリブルの反則になります。NBA では試合のテンポが速いため、ドリブルを止めるタイミングやパスの判断がとても重要です。ダブルドリブルをすると相手ボールになってしまうため、選手たちはこのルールをしっかり守りながらプレーしています。次がトラベリングです。バスケットボールは、ボールを持ったまま自由に動き回ることはできません。そのために決められているルールがトラベリングです。トラベリングは、ボールを持った状態で3歩以上歩いてしまうと反則になります。例えば、ドリブルをやめてボールを抱えたまま進んだり、ステップを踏み込みすぎるとトラベリングの判定を取られます。NBA では選手たちは速い動きの中でギリギリのステップを踏んでいるため、見ていると、今のトラベリングじゃねって思うこともあるかもしれません。しかし、ルール上認められているギャザーステップなどを活用しながら違反にならないように工夫している選手もいます。このトラベリングを防ぐためにも、選手たちは正しいステップワークを日々練習しているということです。次は、ホールディングです。バスケットボールは、ボールを適切に扱うことを求められます。その中で、ホールディングという反則があります。ホールディングは、ボールを持ちながら不適切にドリブルをすることで発生します。例えば、ボールを手のひらで長く持ってからドリブルを続けたり、ボールを掴んで止めたまま進もうとすると、ホールディングの反則になります。NBA では、キャリーと呼ばれることもあります。ドリブル中にボールの下に手を入れすぎると違反となります。これにより、相手ディフェンダーを不公平にかわしてしまうため、ルールで制限されているというわけです。正しいドリブル技術を身につけることで、このホールディングを防ぎ、スムーズな試合展開が可能になります。バスケットボールでは、ボールを足で扱うことは禁止されています。これがキックボールと呼ばれる違反です。NBA では、意図的にボールを蹴ったり、すねや膝を使ってボールをコントロールしようとすると、キックボールが取られます。キックボールが発生すると、通常は相手チームのスローインで試合が再開されます。違反とはいえ、故意でやる場合が非常に少ないため、やってしまったからといって大きな反則行為にはならないのです。バスケットボールの試合では、ボールがコートの外に出たり、ファールやバイオレーションが起きた時にスローインで試合が再開されます。スローインの位置は、ボールがアウトになった場所や違反が起きた場所によって決まります。また、スローインが行われるとき、ショットクロックがリセットされる場合があります。例えば、ディフェンス側がボールをアウトにした場合は、ショットクロックが14秒にリセットされます。スローインは試合の流れを左右する重要なプレーの一つです。正確なパスと素早い判断が求められる場面も多く、どこでどのようにスローインをするかが得点チャンスを生む、そのポイントになっています。スローインの位置は、ボールがコートの外に出た地点によって決まります。
基本的には、ボールがアウトになった場所の近くからスローインが行われます。例えば、サイドラインを越えてアウトになった場合は、その地点のサイドラインからのスローインが行われます。エンドラインからのアウトは、エンドライン付近からのスローインとなります。また、試合の状況によってスローインの位置が特別に決まることがあります。例えば、試合終盤でタイムアウトを取ったチームは、フロントコートの決められた位置からスローインをできることがあります。このルールをうまく活用することで、得点のチャンスを作り出すことができます。ボールがコートの外に出た場合、そのボールを最後に触ったチームの相手ボールになります。つまり、ボールがラインを越える直前に触れた選手のチームがボールの権利を失うといったようなルールです。攻めているチームの選手がドリブル中に足を滑らせてボールが外に出てしまった場合、相手チームのスローインになります。また、守っているチームの選手が相手のパスをカットしようとしてボールを外に弾いてしまった場合も、攻めているチームのスローインになります。スローインは、ボールがコートの外に出た場合、その出た地点の近くから行われる。例えば、サイドラインを越えた場合はサイドラインから、ゴールの後ろにあるエンドラインを越えた場合はエンドラインからスローインをすること。こういうことになります。こうしたミスによって攻めているチームがボールを失うことをターンオーバーと言います。ターンオーバーとは簡単に言うと、攻撃権が相手チームに渡ってしまうことということです。なるべくミスを減らして相手にボールを渡さないようにすることが試合の流れを左右します。ショットクロックは攻撃側のチームがシュートを打つまでの制限時間のことです。NBA では24秒と決まっており、この時間内にシュートを打たなければショットクロックバイオレーションになります。これにより相手ボールになってしまいます。では、シュートがリングに当たった時、ショットクロックはどうなるのでしょうか。まず、オフェンスリバウンド。これは攻撃側のチームがシュートミスのボールを取ること。これをした場合は、ショットクロックが14秒にリセットされます。これは2018年にルールが変更され、それまで24秒だったのが短縮されました。より速いテンポで試合が進むようになったということですね。一方、ディフェンスのリバウンド、守備側のチームがボールを取ること。これをした場合は、ショットクロックが24秒にリセットされます。これは新しい攻撃が始まるため、通常通りのショットクロックが適用されるということですね。つまり、シュートがリングに当たっても、どちらのチームがリバウンドを取るかによって、ショットクロックのリセット時間が変わるということですね。NBA の試合は、ただプレーを続けるだけではなく、試合の流れをコントロールするためのルールがいくつかあります。その中でも重要なのが、タイムアウト、そしてチャレンジです。タイムアウトは、チームが試合の流れをコントロールするために使う重要なルールです。NBA では、1試合につき各チーム7回までタイムアウトを取ることができます。これを使うことで、選手たちは作戦を練り直したり、体力が回復したりすることができます。タイムアウトの使い方は戦略的にとても重要です。例えば、相手チームの勢いを止めたいときや、最後の攻撃で確実に得点を取りたいときなどに活用されます。また、タイムアウトを取ることで、選手交代をしたり、ボールのスローインの位置を調整したりすることもできます。ただし、使える回数には制限があります。試合の後半や接戦の終盤では、どのタイミングで使うかが勝敗を分けることになります。特に第4クォーターの残り3分以降は、最大で2回までしかタイムアウトを持ち越すことができません。そのため、無駄遣いせずに、最も効果的な場面で使うことが求められます。タイムアウトは、ただの休憩時間ではなく、試合の流れを変えるための大事な戦略の一つなのです。バスケットボールの試合では、審判がプレーを見て、反則やボールの行方を判定します。しかし、人間なので間違えてしまうこともあります。そこで NBA では、チャレンジという制度があり、チームの監督、ヘッドコーチですね。こちらが審判の判定を見直してもらうように要求することができる仕組みとなっています。このチャレンジは1試合に1回だけ使えます。成功してもう1回は使えないので、とても貴重なチャンスです。では、どんな時にチャレンジできるのでしょうか。例えば、自分のチームの選手がファールを取られたけど、今のプレー本当にファールだったのと思った時、また、ボールがコートの外に出た時に、どっちのチームのボールになるか審判が間違えてしまった時、このような場面でチャレンジができます。チャレンジをする方法は簡単です。まずチームがタイムアウトを取ります。
そしてヘッドコーチが審判に向かって指をくるくると回すジェスチャーをすると、リプレイ映像を使って審判が判定を見直してくれます。ただし、タイムアウトが残っていないのにチャレンジをすると逆にペナルティを受けてしまうので注意が必要です。また、試合の最後の2分間になると、一部のプレーはチームがチャレンジできず、審判だけが映像を見て判定を変えられる仕組みになっています。なぜなら、試合終盤はとても重要な時間なので、プレーが止まりすぎないようにするためです。さらに、NBA ではリプレイセンターという機関があり、試合中に審判とは別の人たちが映像をチェックして、シュートが2点か3点かを確認したり、時間制限の違反がなかったかを判断したりすることもできます。これにより、できるだけ正しい判定が下されるようになっているのです。チャレンジは試合の流れを大きく左右する重要なルールなので、ヘッドコーチはここで使うべきなのかと慎重に判断しなければなりません。使いどころが勝敗を決めることもあるので、とても戦略的な要素の一つと言っていいでしょう。次は NBA の選手のステータスを見る上で大事な基準となるスタッツについて詳しく解説していきます。これを知っているだけで、この選手が今までどのくらいすごいことをしてきたのかが数値的にわかるので、絶対に理解しておいた方がいいでしょう。それでは行きます。NBA の試合を見ていると、選手の成績が数字で表示されることがあります。これはスタッツと呼ばれるもので、選手の活躍を数値でわかりやすく示しています。今回は最低限覚えておきたいスタッツ8つについて、八村塁選手の2025年2月2日の試合のデータを見ながら解説していきます。では、実際のスタッツを見ていきましょう。この日の試合、相手はニューヨークニックスで、チームは128対112で勝利しました。そして八村選手は38分間プレイしました。それでは各スタッツを見ていきます。まずは PTS、ポイント。こちらは選手の得点数を表します。この試合で八村選手は21得点を記録しました。シュートを決めた数がこのポイントとしてカウントされます。得点が多ければ多いほど攻撃面で大きく貢献したことがわかります。次が REB、リバウンドです。リバウンドとはシュートがリングやボードに当たって跳ね返ったボールをキャッチすることです。この試合では3リバウンドを記録しました。オフェンスリバウンド、攻撃側が取るリバウンドとディフェンスリバウンド、守備側が取るリバウンドの合計がこの数字になります。次が AST、アシストです。アシストとは味方が得点しやすいように出したパスのことです。八村選手は2アシストを記録しました。アシストが多い選手は味方を生かすプレーが得意な選手と言えます。次が STL、スティールです。スティールは相手がボールを持っている時に奪う守備のプレーです。この試合では1スティールを記録しました。守備が上手な選手はこの数字が多くなります。次が BLK、ブロックです。ブロックとは相手のシュートを防ぐプレーのことです。八村選手は1ブロックを記録しました。相手の得点を防ぐ重要なプレーで守備の上手い選手。こちらはブロック数が非常に多くなることがあります。次が TO、ターンオーバーです。ターンオーバーとは先ほども紹介しましたが、ミスをして相手にボールを奪われてしまうことです。例えば、パスミスやボールを持ったままルール違反をするとターンオーバーとしてカウントされます。この試合のターンオーバー数は記録にはありませんが、ターンオーバーが多いチームにとって不利になります。FG%。こちらはフィールドゴール成功率です。シュートを何本も打ち、そのうち何本決まったかをパーセンテージで表したものです。八村選手は12本シュートを打ち、そのうち8本が成功しています。つまり成功率は 66.7% です。この数値が高いほどシュートの精度がいいということになります。そして最後が FT%。こちらはフリースローの成功率です。フリースローはファールを受けた時に与えられるシュートで、その成功率を表すのが FT%。フリースローが得意な選手は 90% 以上の成功率を誇ることが多いです。こうして実際のスタッツを見ながら解説すると、それぞれの数字の意味がわかりやすくなりますね。この8つのスタッツを押さえておけば、NBA の試合をもっと楽しめるようになります。今後も選手の成績を見るときにぜひチェックしてみてください。次は NBA 選手のタイプを分ける上で重要になってくるバスケットボールのポジションについて解説していきます。ポジションによって得意なことや役割が変わってくるので理解しておきましょう。ここから NBA のポジションに説明していくんですけれども、まず最初が PG、ポイントガードになります。
画面には PG の文字とともにステファン・カリーやアレン・アイバーソンの写真が表示されていますね。どちらも NBA 史に名を刻む伝説的なポイントガードです。ポイントガードはチームの司令塔です。バスケットボールの試合では選手たちがコート上を自由に動きますが、その動きを適切にコントロールし、チームの攻撃を組み立てるのがポイントガードの役割です。イメージとしては、サッカーの司令塔であるミッドフィルダーのような存在ですね。試合の流れを読み、適切な指示を出すことで、チームの攻撃をスムーズに進めていきます。ポイントガードはチームをコントロールする立場なので、視野の広さと素早い判断力が求められます。また、ドリブルスキルが高く、相手のプレッシャーの中でもボールをキープできることが重要です。さらに、味方に正確なパスを配球しつつ、時には自分でシュートを決めて得点することも求められるポジションとなっています。つまり、ポイントガードはチームの頭脳であり、試合をコントロールする非常に重要な役割を持つポジションとなっています。そしてステファン・カリーのようにシュートを武器にする選手もいれば、アレン・アイバーソンのようにドリブル突破が得意な選手もいるのがポイントガードの面白いところですね。シューティングガード。こちらはその名の通り、シュートを決めることが得意の役割です。チームの得点源として、どんな状況でも点を取る力が求められます。例えば、スライドに映っている選手を見てください。左側にいるのは、バスケットボールの歴史の中でも伝説的な存在、マイケル・ジョーダンです。そして右側には、NBA のスーパースター、コービー・ブライアント。この2人はシューティングガードとして、数々の名場面を生み出してきました。シューティングガードは単にシュートを決めるだけではありません。ドリブルで相手を抜いたり、ディフェンスをかわしてシュートを放つスキルも必要です。ジョーダンやコービーのように、相手がどんなに守っていても、華麗なステップやフェイントを駆使して得点を決められる選手こそ、最高のシューティングガードと言えます。また、外からのスリーポイントシュートが得意な選手も多く、最近の NBA ではシューティングガードが試合の流れを左右する場面も増えています。遠くからのシュートだけでなく、ゴール下に切り込んで決める力も重要です。つまり、シューティングガードは得点を取るプロフェッショナルということですね。チームが勝つためにはこのポジションの選手の活躍が欠かせません。続いて紹介するのはスモールフォワード、略して SF です。このポジションの選手たちはまさに何でもできるオールラウンダーです。得点、パス、リバウンド、ディフェンス、すべてのプレーでチームを支える存在です。左の選手はレブロン・ジェームズ。彼は圧倒的なフィジカルとバスケットボール IQ の高さを活かし、どんなプレーもこなせるまさに万能型のスモールフォワードです。一方、右の選手はケビン・デュラント。身長2メートル10センチを超えながら、シュートの精度とハンドリングの技術はガード並み。外からの得点能力が非常に高い選手です。スモールフォワードは攻守にわたってチームを支える存在で、外からのシュートも得意ですが、相手のディフェンスを切り裂いてゴール下まで攻め込むこともできます。さらに、リバウンドにも絡み、チームの守備でも大きな役割を果たします。つまり、スモールフォワードは何でもできる選手、身体能力が高く、試合の流れを大きく左右するポジションなんですね。レブロンのようなオールラウンダーもいれば、デュラントのように得点力に特化した選手もいます。次に紹介するポジションは、パワーフォワード。その名の通り、パワーが重要なポジションです。パワーフォワードは、ゴール下でのリバウンド争い、フィジカルなディフェンス、そしてインサイドでの得点が求められるポジションです。左側にいるのは、我らが八村塁選手。フィジカルの強さを生かしたプレーが魅力で、ミドルシュートも得意な万能型パワーフォワードです。右側は NBA 史上最高のパワーフォワードの一人、ティム・ダンカンです。彼はスピードよりもポジショニングと高いバスケット IQ で活躍した選手となっており、特にゴール近くでの基本に忠実なプレーが特徴的でした。パワーフォワードの選手は、ただゴール下で戦うだけでなく、最近ではスリーポイントシュートを打てる選手も増えています。例えば、八村選手もアウトサイドシュートを得意としています。でもやっぱりこのポジションの最大の武器はフィジカル。相手を押しのけてリバウンドを取る。ゴール下でパワフルに得点する。これこそがパワーフォワードの醍醐味です。つまり、パワーフォワードはチームの肉弾戦を支える存在。ゴール下の争いを制しつつ、シュートも決められる選手が活躍するポジションです。バスケットボールのコート上で最も体の大きな選手が務めるポジション。それがセンターです。チームの要となる存在で、ゴール下の攻守、どちらにも大きく関わります。見てください。この選手の2人、左にいるのはシャキール・オニール。
右にいるのはニコラ・ヨキッチです。どちらもセンターの役割を極めた NBA のレジェンド、スーパースターですね。シャックことシャキール・オニールは、その圧倒的な体格とパワーを武器に、ゴール下を制圧しました。身長216センチ、体重150キロという巨体を生かして、相手ディフェンスを吹き飛ばしながら得点を量産。彼のダンクは、リングを破壊するほどの破壊力を持ち、まさに中の支配者として君臨しました。センターの役割としては、ゴール下でのリバウンド争い、相手のシュートをブロックするディフェンス、そして確実に得点を決めること。チャックはその全てを圧倒的なフィジカルでこなした伝説のセンターです。一方、現代のセンターの代表格といえば、ニコラ・ヨキッチ。彼はシャックとは違い、スキルと頭脳を駆使するプレイスタイルで、センターの概念を覆した選手です。身長211センチながらも、驚くほどの器用なパスを出し、チームの司令塔としても活躍します。ヨキッチのプレイスタイルは、ポイントセンターとも呼ばれ、得点、リバウンド、アシストのすべてを高いレベルでこなす万能型。センターはチームの最後の砦であり、確実にリバウンドを取り、相手の攻撃をブロックする重要な存在です。シャックのようにパワー型もいれば、ヨキッチのようにスキルで戦う選手もいますが、共通しているのはゴール下の支配者であるということ。バスケットボールの中でも最も大きな体格を生かし、リムを守り、チームに安定感をもたらすのがセンターの役割なのです。まとめると、センターとはゴール下の絶対的な支配者です。リバウンドを制し、ブロックで相手の攻撃を防ぎ、確実に得点を決めるチームの大黒柱、シャックのような圧倒的なパワーでゴール下を制圧する選手もいれば、ヨキッチのようにスキルと視野の広さで試合をコントロールする選手もいます。どんなスタイルであれ、センターの存在がチームの安定感を生み出し、勝敗を左右する大きな鍵を握るのです。バスケットボールでは、ポジションごとに役割があるとはいえ、それに縛られる必要はありません。特に NBA では、選手たちのスキルが多様化し、一つのポジションにとどまらず活躍することが当たり前となっています。例えば、レブロン・ジェームズはポイントガードからセンターまで全てのポジションをこなせるスーパースター。ニコラ・ヨキッチもセンターでありながらアシストを量産し、まるでポイントガードのような役割も果たします。現代の NBA では、ポジションレスバスケットボールが進行化し、選手たちは自由に動き回り、状況に応じてプレーを変えていくのです。つまり大事なのはポジションではなく、どんなスキルを持っているか、これが NBA の面白さであり、バスケットボールの魅力なのです。それでは、いよいよ NBA のどちゃくそ面白い要素を NBA を12年間ほど見ている私目線で話していきたいと思います。これから話す内容が NBA をとんでもなく面白いものにしている要素なので、決して遅れないようにしっかりと聞いていてください。NBA は試合を見るだけではなく、バスケットボールのプレー以外にも NBA にはめちゃくちゃ面白い要素がたくさんあるんです。例えば、若い才能が集まるドラフト、選手がチームと結ぶ契約金、シーズン中にも選手の入れ替えが起こるトレード、お気に入りのチームや選手を見つける楽しさ、そして選手が自由に移籍できる FA、フリーエージェントですね。さらには選手たちがファンと交流するイベントや SNS でのやり取りなど、試合の外でも盛り上がる要素が盛りだくさんです。この後、それぞれのポイントを詳しく解説していくので、ぜひ NBA の奥深さを楽しんでください。まずは NBA ドラフトについてです。この写真に写っているのは NBA ドラフトの舞台に立つ若い選手たち。ここにいるのは大学や海外リーグで活躍し、NBA 入りを目指す未来のスターたちです。NBA のドラフトとは、各チームが若手選手を指名して獲得する制度のことです。毎年6月に開催され、チームは順番に選手を選びます。特に、前のシーズンで成績が悪かったチームほど早く指名できる仕組みになっています。これは、強いチームばかりが有利にならないようにするためのルールとなっています。このドラフトで指名された選手たちは、晴れて NBA 選手としてのキャリアをスタートさせます。写真のように、ドラフト当日はスーツをビシッと決め、指名されると NBA コミッショナー、写真中央のスーツ姿の男性ですね。この男性と握手を交わし、NBA の仲間入りを果たします。この瞬間が彼らにとっての大きな夢の実現なのです。さあ、ここで NBA ドラフトのその後について見ていきましょう。このスライドには、2019年の NBA ドラフトで指名された選手たちの現在の評価が並んでいます。まず、左の画像。これは2019年のドラフト当日の指名順位を示したものです。各チームが将来のスター選手になりそうな若手を獲得するために指名を行いました。そして、
右の画像。これは NBA の人気ゲーム NBA 2K25 でのレーティング、つまり選手の能力を数値化したものです。当時の期待値と現在の評価を比較できるようになっています。例えば、ドラフト1位のザイオン・ウィリアムソン。大学時代から圧倒的な身体能力で注目されていた彼は、ニューオーリンズ・ペリカンズに指名されました。確かに、スタープレイヤーとして活躍していますが、怪我が多く、満足にシーズンを戦えないことが課題になっています。現在の NBA2K のレーティングを見てみると、88。1位指名選手としては決して低くはないですが、当時の期待値を考えると、もう少し上がっていても不思議ではないですね。一方で、2位のジャモラント。ドラフト当時は、ザイオンの次にいい選手という評価でしたが、今では NBA を代表するポイントガードの一人です。特に爆発的な得点力と華麗なプレースタイルでメンフィス・グリズリーズの顔となりました。その評価は現在の NBA2K でも92と、ドラフト1位のザイオンを上回っています。そして5位のダリアス・ガーランドや13位、ここには書かれていませんが、タイラー・ヒーローなど、指名順位がそこまで高くなかった選手たちも、現在はチームの主力として大活躍しています。タイラー・ヒーローは NBA2K での評価が87と、ドラフト3位の RJ バレット、こちらを超えています。このように、ドラフトの順位が必ずしも NBA での成功を約束するわけではないことがよくわかりますね。さて、日本のファンにとって最も注目すべきは、やはり八村塁選手です。彼は2019年のドラフトで9位指名を受け、ワシントン・ウィザーズに入団しました。その後、2023年にロサンゼルス・レイカーズへ移籍。プレーオフでは重要な場面で活躍し、チームの勝利に大きく貢献しました。現在の NBA2K での評価は79。しかし、実際のプレーを見ればわかるように、レーティング以上の価値を持つ選手です。特に、ディフェンス力とフィジカルの強さは、レイカーズのようなチームにとって欠かせない存在となっています。つまり、ドラフトの順位が低いからといって、その選手が弱いわけではないということです。むしろ、順位が低くても努力次第でトッププレイヤーになる可能性は十分にあります。これからも NBA の若手選手たちがどのように成長していくのか、目が離せませんね。次は、どのような人たちがドラフト資格を持っているのかを解説します。NBA ドラフトにエントリーするためには、誰でも参加できるわけではありません。実は、ドラフトには資格があり、一定の条件を満たしていないと NBA のチームから指名されることはできません。まず、最も基本的なルールとして、ドラフトの年に19歳以上であること、こちらが条件になります。これは NBA のルールで定められており、高校を卒業したばかりの選手がすぐに NBA に行くことはできません。かつては高校から直接 NBA 入りする選手もいましたが、現在は一度大学や海外リーグなどプレーし、最低でも1年の期間を経てからエントリーすることが求められています。では、どんな人がドラフトにエントリーできるのでしょうか。主に3つのパターンがあります。1つ目は NCAA。こちらはアメリカの大学バスケットボールですね。この大学でプレーした選手。アメリカの大学リーグは NBA の登竜門ともいえる存在で、ほとんどのドラフト候補選手はここで経由しています。例えば、八村塁選手もアメリカのゴンザカ大学でプレーした後に NBA ドラフトにエントリーしました。2つ目は海外リーグ出身の選手です。NBA 以外の国でプレーしていた選手も19歳以上であればドラフトの対象になります。最近ではフランスのビクター・ウェンバヤマ選手がドラフト1位指名されるなど、海外からの逸材がどんどん NBA に入ってきています。そして3つ目は高校卒業後に G リーグなどでプレーした選手。G リーグは NBA の下部リーグで、大学に行かずに、ここで1年間プレーしてからドラフトにエントリーする道もあります。近年はこのルートを選ぶ選手も増えてきました。このように NBA ドラフトには19歳以上であること、こちらが前提になっていて、大学、海外、G リーグといった様々なルートから選手がエントリーします。NBA を目指す若手選手たちは、それぞれの道を選びながら夢の舞台に立つための準備を進めているのです。さて、ここからはドラフトロッタリーについて詳しく説明していきます。NBA ドラフトでどのチームが最初に選手を指名できるのかを決める超重要なシステムです。ですが、実はこれ、単純な成績順ではなく抽選で決まるんです。NBA では、レギュラーシーズンでプレーオフに進めなかった14チームが
ドラフトの上位指名権を獲得するための抽選に参加します。この抽選によって、どのチームが1位から4位までの指名権を得られるかが決まり、それ以降は成績が悪かった順に自動で指名順位が決まるという仕組みになっています。では、1位指名権の確率はどう決まるのでしょうか。1位指名のチャンスが平等にあるわけではなく、成績が悪かったチームほど有利になります。しかし、最下位チームが絶対に1位を取れるわけではないというのがポイントです。勝率の仕組みとしては、最下位のチーム、つまり一番成績が悪かったチームが 14%、2番目に悪かったチームが 14%、3番目に悪かったチームが 14%、4番目に悪かったチームが 12.5%、5番目に悪かったチームが 10.5%、6番目以降は確率がどんどん下がっていき、14位のチームは 0.5%、最下位のチームを含む下位3チームには最も高い 14% の確率が与えられるため、最も有利ですが、それでも絶対に1位が取れるわけではありません。つまり、成績が悪かったチームほど有利だけど、運も必要。これがドラフトロッタリーの面白さなんです。どうやって抽選するのという話なのですが、実はドラフトロッタリーはかなり厳密なルールの下で行われています。ロッタリーの仕組みはピンポン玉の抽選機を使って決められるんです。抽選の手順としては、1から14の番号が書かれた14個のピンポン玉を専用のロッタリー機に入れます。ボールを20秒間混ぜた後、1つ取り出す。その後、10秒ごとに3回を繰り返し、合計4つのボールを取り出します。4つの数字の組み合わせ、つまり1001通りのうち1000通りがチームに割り振られるを確認し、一致したチームが1位指名権を獲得。同じ方法で2位、3位、4位を決定し、それ以降の順位は成績が悪い順に自動決定されていくというものです。ここで面白いのが、絶対に1位を取るとは限らないという点。先ほども言いましたね。例えば、10位くらいのチームが運よく1位を引き当てることもありますし、最下位のチームが4位に落ちることもあるんです。過去にはシカゴブルズが 1.7% の確率で1位の選手を獲得したこともあります。この何が起こるかがわからない要素がドラフトロッタリーの醍醐味なんです。以前は最下位チームがほぼ確実に1位指名権を獲得できるような仕組みでした。でもそれだと、わざと試合に負けて最下位になろうとするチームが出てしまったんです。この負けた方が得という状況を防ぐために NBA は2019年にルールを変更。現在のロッタリー制度にすることで、どのチームが1位になるかわからない仕組みにしました。つまり、弱いチームにチャンスを与えつつも公平性を保つ。これがドラフトロッタリーの目的なんです。ここまでの話をまとめると、NBA ドラフトは単なる成績順ではなく、抽選で1位から4位が決まり、最下位チームでも確率は 14% で、必ず1位が取れるわけではない、負けた方が得にならないように、下位3チームに同じ確率が与えられているということですね。運が良ければ意外なチームが1位を取ることもあり、毎年ドラマが生まれる。だからこそ、NBA ファンにとってドラフトロッタリーの結果発表は大イベントなんです。どのチームが未来のスター選手を手に入れるのか、これが決まる運命の瞬間なんです。さて、ここでは NBA ドラフトの1巡目と2巡目の違いについて分かりやすく解説していきます。NBA ドラフトでは1巡目と2巡目で契約の仕組みや選手の待遇が大きく違うんです。左の画像に映っているのは1巡目1位指名の選手で、右側に映っているのは2巡目で指名された。しかし、スター選手に後々なったジノビリです。この2人のように NBA では1巡目と2巡目で大きな違いがあることを押さえておきましょう。言い忘れましたね。左側の画像、1巡目1位の選手はビクター・ウェンバヤマ選手です。NBA のドラフトは2巡に分かれていて、1巡目の30人と2巡目の30人、合計60人が指名されます。ただ、同じ年に指名された選手でも1巡目か2巡目かで大きな違いが生まれます。その理由は、1巡目にはルーキースケール契約という制度があるからなんです。1巡目で指名された選手は、ルーキースケール契約という契約の最低保証が決められています。内容は、契約金額。こちら、1位指名の選手は約57億円。こちら4年契約です。契約期間は4年間の契約で、3、4年目はチームオプションとなっています。こちらのチームオプションについては、後ほど説明しますね。そして、契約の保証もあります。
最初の2年間は完全保証で、途中で解雇されてもお金はもらえるといったような形です。つまり、1巡目で指名されると、お金もキャリアも安定しやすいんですね。一方で、2巡目で指名された選手は、ルーキースケール契約が適用されません。つまり、契約金額や保証内容はすべてチームとの交渉次第となります。2巡目の選手は、契約金額は最低保証に近いケースが多く、90万ドルほどと言われています。契約期間は約1から2年の短期契約が多いです。契約の保証についても、無保証や一部保証が多く、すぐ解雇されるリスクもあります。例えば、2023年のドラフト2巡目、45位指名の GG ジャクソンは、最初の契約は 2way 契約という下部リーグとの掛け持ち契約でした。こちらも後ほど説明します。しかし、シーズン中に大活躍して正式な契約を勝ち取りました。つまり、2巡目の選手は活躍しないとすぐ解雇される可能性があるんです。ここで注目したいのが、先ほども出てきました。左の画像の選手、マヌ・ジノビリです。彼は1999年のドラフト2巡目57位という超下位指名でしたが、最終的には NBA チャンピオン4回、殿堂入りの名選手になりました。他にも、ジョーカーと呼ばれているニコラ・ヨキッチ選手、真ん中の選手ですね。こちらは2巡目41位から現在の MVP まで成長しています。また、一番右側に映っているドレイモンド・グリーン選手。こちらは2巡目35位からゴールデンステイト・ウォリアーズの主力として活動しています。このように2巡目でも大スターになれる可能性がある。これが NBA の面白いところです。1巡目と2巡目の違いをまとめると、1巡目は高額な契約、安定した4年契約、最低2年間の保証があります。2巡目の選手は定額契約、短期契約が多く、保証が少ない。でも、スターになれる可能性もある。ということを覚えておいてください。1巡目の選手は安全な道。だけど、2巡目の選手は大きなリスクとチャンスがある道なんですね。これを知ると、ドラフトを見るのがもっと面白くなるはずです。NBA ドラフトにはドラフト指名権という仕組みがあります。これはどのチームがどの順番で選手を指名できるかを決める権利のことです。指名権と聞くとちょっと難しそうですが、実はとてもシンプルです。例えば、ドラフト1位の指名権を持っているチームは一番最初に好きな選手を選べる。ドラフト10位の指名権を持っているチームは9チームが選び終わった後に選手を選べる。こんな感じでチームが持っている指名権によってどの選手を獲得できるかが決まるわけです。この指名権がなぜ重要なのかというと、NBA の未来を左右する鍵だからです。先ほども言ったように、1位指名権を持っていれば、世代ナンバーワンの選手を獲得できる可能性が高い。逆に、指名順位が低いと有望な選手はすでに他のチームに取られてしまう。つまり、強いチームを作るには、いい指名権を手に入れることが超重要なんです。ここでなんでドラフト指名権について説明したかと言いますと、NBA ではこのドラフト指名権というのは、トレードできるという特徴があるからなんです。例えば、A のチームが今すぐスター選手が欲しいと言いました。そして B のチームが未来のドラフト指名権をくれるなら、うちのスター選手をあげるよというふうに言いました。こんな感じで、選手のトレードの交換材料として指名権が使われることも多いんです。このトレードに使う指名権についても、後々解説していこうと思っています。次は、やや難しくありつつも、どのスポーツにおいてとても重要、そして面白い要素である契約金、いわゆるお給料について話していきましょう。NBA のサラリーについて理解する上で、まず大事なポイントがあります。それは、契約にはいろいろな種類があるということです。そして、サラリーが高ければ高いほど、その選手に対する期待も大きいということです。この2つを覚えておけば、NBA のサラリーの仕組みがぐっとわかりやすくなります。NBA においてサラリーは単なる給料ではなく、その選手の価値を示すバロメーターになっています。どれだけチームに貢献できるか、どれだけの活躍が期待されているか、それが金額に反映されるのです。例えば、ドラフト1位指名されるような超有望なルーキーは、当然契約金も大きくなります。なぜなら、チームはこの選手なら将来スターになれると考えて、高額の契約を提示するからです。一方で、長年活躍してきたオールスター級の選手は、さらに桁違いの高額契約を手にします。
彼らはすでに実力が証明されているため、その分だけチームの期待も大きく、報酬も跳ね上がるのです。逆にまだ実績が少ない選手や、ベンチメンバーとして起用されることが多い選手は、契約額も比較的低めになります。これは決して実力がないということではなく、チームからの期待値が他の選手ほど高くないという意味です。つまり、NBA のサラリーは選手の実力だけではなく、将来性や役割、そしてチームの戦略によって決まるものなんです。このように、サラリーはただの数字ではなく、チームが選手にどれだけ期待しているかを示す大きな指標になります。これを理解しておくと、NBA の契約の仕組みやチームの方針がよりよくわかりやすくなっていくでしょう。ここに載っているのは、NBA で最も高額なサラリーを受け取っている選手たちのリストです。その中で1位に輝いているのがステファン・カリー。彼の2024-25シーズンの年俸はなんと5576万1216ドル。これは約81億円となっています。ではなぜこんなに高額な契約を結べるのでしょうか？ NBA のサラリーシステムについて詳しく解説していきます。まず NBA のサラリーは単なる年俸ではなく、契約の種類やルールによって決まるものなんです。これから契約の種類について分かりやすく解説していきます。ルーキー契約に関しては、ドラフトのところでも詳しく説明したので、割愛させていただきます。それでは、NBA の最低年俸で結ばれるミニマム契約から説明していきます。この契約は、経験年数によってリーグが設定した最低給与基準に基づいています。新人選手からベテラン選手まで様々な状況でこの契約が使用されます。サラリーキャップ、チームが選手に支払う総年俸の上限。こちらに余裕がないチームが選手を補強する際によくこの契約が出てきます。NBA のマックス契約。こちらは選手がチームと結ぶことができる最大の契約額のことを指します。簡単に言うと、その選手が所属するリーグのルール内で最も高い年俸を保証される契約形態です。しかし、ただ単に最大額というだけではなく、その内容には細かな条件が決められています。まず、マックス契約の金額は選手の NBA での経験年数に応じて変動します。具体的には NBA での経験が6年以下の選手はチームのサラリーキャップの 25% まで、7から9年の選手は 30% まで、10年以上の選手は 35% までが上限になります。つまり、経験を積めば積むほどより高額な契約を結ぶことができるという仕組みです。また、マックス契約の最大の特徴の一つが、契約更新時に所属チームを選択するかどうかで、契約の条件が変わる点です。例えば、現在のチームと再契約する場合、最大5年間の契約と年 8% の昇給が可能ですが、新しいチームと契約する場合は、最大4年間で昇給率も 5% に制限されます。このため、多くのスター選手は、できるだけ有利な契約条件を得るために、元のチームと再契約を結ぶことが多いのです。ここで、スライドにもある、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マキシーの契約を例に考えてみましょう。彼は2024年にチームと5年総額約2億380万ドルのマックス契約を結びました。2024-25シーズンの年俸は約3514万ドルから始まり、毎年昇給して最終年には約4639万ドルに達します。これは彼が現在のチームであるセブンティシクサーズと再契約したため、最大5年間の契約と 8% の昇給が適用された例です。マックス契約は必ずしも全ての選手に与えられるものではなく、基本的にはリーグ内で特に優れた成績を残している選手に対して適用される契約です。ただし、時には期待に応えられないまま高額な契約を得る選手もおり、球団側からオーバーペイと批判されることもあります。そのため、チームにとってマックス契約をどの選手に与えるかは非常に重要な決断の一つとなります。このように、マックス契約は NBA のサラリーキャップ制度の中で最も注目される契約の一つであり、チームの将来を大きく左右するものです。タイリース・マキシーのように若いスター選手がこの契約を得たということは、それだけチームからの期待が大きい証拠でもあります。スーパーマックス契約とは、NBA の中でも特別な契約で、限られたトッププレイヤーだけが手にすることができるものです。
この契約を結べるのは特定の条件を満たした選手だけ。例えば、ジェイレン・ブラウンはボストン・セルティックスとスーパーマックス契約を結びましたが、これが実現するにはいくつかの厳しい条件をクリアする必要がありました。スーパーマックス契約を結ぶためには、まず NBA で少なくとも7年以上プレーしていることが求められます。そして、基本的に元のチームに在籍しているか、契約途中でトレードされてそのチームに残っていることが条件となります。さらに、選手としての実績も重要です。直近のシーズンか過去3シーズンのうち2回以上オール NBA チームに選ばれるか、ディフェンシングプレイヤーオブザイヤー、こちらを受賞するか、あるいは MVP を獲得していることが必要です。つまり、リーグを代表するスター選手でなければ、この契約は手にできません。このスーパーマックス契約の最大の特徴は、その金額の大きさです。通常のマックス契約よりもさらに上限が高く、チームのサラリーキャップの 35% までを占めることができます。加えて、契約年数も通常より長くなり、最大で5年間の契約が可能になります。さらに、スーパーマックス契約を結ぶと、毎年の年俸が 8% ずつ上昇していく仕組みになっています。これは NBA のバード権というルールが適用されるためです。それでは実際にこちらのジェイレン・ブラウンの契約を見てみましょう。彼はボストン・セルティックスと5年で約2億8500万ドルというとんでもない高額契約を結びました。1年目の年俸は約4920万ドルから始まり、その後毎年少しずつ増えていき、契約最終年には約6500万ドルに達します。このように、スーパーマックス契約は選手にとって非常に大きなメリットがありますが、その分チームにとっても大きな決断になります。なぜなら、一人の選手にこれだけの額を投じるということは、チームの経営にも大きく影響を与えるからです。実際、スーパーマックス契約は賛否が分かれることがあります。ジェイレン・ブラウンの契約についても、本当にこの額に見合う活躍をするのかという議論が起こっています。過去にもスーパーマックス契約を結んだものの、期待通りの活躍ができず、チームが苦しむケースも多々ありました。例えば、ヒューストン・ロケッツがジェームス・ハーデンに結んだ契約や、ワシントン・ウィザーズのジョン・ウォールの契約などがそうです。一方で、正しく契約すれば、ステファン・カリーやヤニス・アテト・クンポのように、チームの柱として長年にわたって成功を収めるケースもあります。つまり、スーパーマックス契約は、選手にとってはキャリアの頂点を示す証であり、チームにとっては未来への大きな投資となるものです。ジェイレイ・ブラウンがこの契約に見合う活躍を見せるのか、これからのプレーに注目が集まります。NBA の契約には、選手やチームにとって重要なオプションという仕組みがあります。これが、プレイヤーオプションとチームオプションです。契約の中にこのオプションが含まれていると、選手やチームは契約最終年の去就を自分たちの意思で決めることができるようになります。少しややこしく聞こえるかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説していきます。まず、プレイヤーオプションとは、選手が契約最終年の年俸をもらうか、それともフリーエージェントになって新しい契約を探すか選ぶ権利があるというものです。例えば、ある選手が4年契約を結んでいて、その4年目にプレイヤーオプション権がある場合、選手はこのまま契約を続けて4年目の年俸を受け取る、または契約を破棄して FA として新しい契約を探す、これを決めることができます。例えば、もしその選手が好調で市場価値が上がっているなら、PO、プレイヤーオプションですね。こちらを破棄して FA になり、より高額な契約を狙うことができます。逆に、怪我をしてしまったり、思うような成績を残せなかった場合は、リスクを取らずに、プレイヤーオプションを行使して、契約最終年のサラリーを確保することもできます。一方、チームオプションは、チーム側が契約最終年の選手の去就を決める権利です。これは、プレイヤーオプションとは逆で、選手ではなく、チームが契約を継続するか、打ち切って FA にするかを決められる仕組みです。例えば、チームが若手選手と3年契約を結び、その3年目に TO がついている場合、チームはこの選手を3年目も契約通り残すのか、例えば、チームが若手選手と3年契約を結び、
その3年目にチームオプションがついている場合、チームはこの選手を3年目も契約通り残すのか、契約を打ち切って FA にするのかを決めることができます。選手が成長してチームの戦力になっていれば、チームオプションを行使して契約を続けるでしょうし、逆に期待通りの活躍ができていなければ契約を解除することもあります。このように、プレイヤーオプションは選手側の選択権、チームオプションはチーム側の選択権という違いがあります。この制度によって選手とチーム双方がリスクを管理しつつ、より良い契約の道を模索することができるのです。NBA の契約の中には、クオリファイリングオファー、略して QO というものがあります。これは主に若い選手に適用される特別な契約の仕組みで、簡単に言うと、チームがその選手をもう1年キープできるチャンスを持つためのものです。少し複雑に聞こえるかもしれませんが、わかりやすく解説していきます。まず、NBA のルーキー契約は4年間の契約になっていることが多いです。ただし、この契約のうち最初の2年は完全保証されていて、3年目と4年目はチーム側のオプションとなっています。つまり、チームが選手の活躍を見て、この選手とあと1年契約を続けるかどうか、これを決められるのです。そして4年目が終わると、その選手は制限付きフリーエージェントという状態になります。この状態になると、他のチームと契約交渉ができるようになりますが、その前に所属チームがクオリファイリングオファーを提示することができます。すいません。ここで一つ謝罪があります。クオリファイリングオファーではなく、クオリファイングオファーでした。次から気をつけます。これからは QO と呼んでいきますね。QO とは、もう1年だけ決められたサラリーでチームに残るか、それともフリーエージェントになるかを選べる契約です。選手が QO を受け入れれば、そのチームで1年間プレーした後に完全なフリーエージェント、制限なしですね。制限なしの完全なフリーエージェントになります。一方で、選手が QO を拒否した場合、他のチームと契約交渉をすることができますが、所属チームはその契約と同じ条件でマッチする権利を持っています。つまり、他のチームがこの選手に〇〇ドルの契約をオファーすると言っても、所属チームが OK、それならうちも同じ契約を出すと言えば、その選手は元のチームに残ることになります。この QO の制度は、チームが若い有望な選手を簡単に失わないようにするための仕組みですが、選手にとっても1年間チームに残ることで、翌年により良い契約を狙うチャンスを持つことができます。この制度は特に若手選手に還元するルールですが、時々実力のある選手が QO を受け入れて1年プレーし、翌年に大きな契約を結ぶケースもあります。つまり、QO は1年間待ってより良い契約を狙うか、それとも今すぐ長期契約を結ぶかという選手にとって大きな選択肢なのです。少し複雑に聞こえるかもしれませんが、ポイントはチームが若手選手を簡単に失わないようにするための仕組みであり、選手にとっても1年間待つことでより良い契約を狙う手段になるということです。先ほども出てきました NBA にある 2way 契約という特別な契約についても説明します。これは簡単に言うと NBA のチームとその下部組織である G リーグの両方でプレーできる契約のことです。通常の NBA 契約とは異なり、2way 契約の選手は基本的には G リーグのチームに所属しながら、一定の日数だけ NBA の試合に出場できるという仕組みになっています。この契約が生まれた理由は、NBA のチームが将来有望な若手選手を手放さずに育てるためです。2way 契約を結んだ選手は、G リーグで試合経験を積みながら、必要に応じて NBA のチームに呼ばれることができます。そのため、NBA のチームはまだ完全な戦力とは言えない選手でも自分たちの管理下で育成することができるのです。実際に日本の選手も 2way 契約を経験しています。例えば、渡辺裕太選手は NBA に挑戦した当初、メンフィス・グリズリーズと 2way 契約を結びました。当時の彼は G リーグのチームでプレーしながら NBA の試合にも出場できる機会を得ました。そして G リーグでの活躍が認められ、最終的には正式な NBA 契約を勝ち取ることができました。つまり、2way 契約は NBA に挑戦するための足がかりとなる契約でもあるのです。また、河村勇輝選手も2024年にメンフィス・グリズリーズと 2way 契約を結びました。日本の B リーグで活躍していた彼が NBA に挑戦する第一歩として選んだのがこの契約でした。
彼も J リーグで実力を示しながら NBA でのチャンスをつかもうとしています。2way 契約の最大の特徴は、通常の NBA 契約と比べてチームの負担が少ないという点です。NBA のサラリーキャップ、こちらはチームが使える総額でしたね。こっちのサラリーキャップにはカウントされず、NBA でプレーできる日数も決まっています。これにより、チームにとっては低リスクで有望な選手を試せる。そんないい契約になっているんですね。ただし、2way 契約の選手は NBA の通常契約の選手とは違い、長期間の安定した契約を保証されているわけでもありません。そのため、選手にとっては NBA に定着できるかどうかの勝負の期間ということになります。渡辺裕太選手がそうだったように、2way 契約から正式な NBA 契約を勝ち取る選手もいます。しかし一方で、G リーグ止まりになってしまう選手も少なくありません。NBA を目指す若手選手にとって、2way 契約は夢への第一歩となる重要な契約です。特に日本人選手にとっては、いきなり NBA の正式契約を得るのが難しい中で、まずは 2way 契約からチャンスをつかむケースが増えています。今後もこの契約を活用して NBA に挑戦する選手が増えていくかもしれませんね。NBA には選手の契約やチームの補強に関わる特別なルールがいくつかあります。今回はその中にもデリック・ローズルール、ミッドレベルエクセプション、エキシビット、点契約について簡単に分かりやすく説明していきます。まずはデリック・ローズルールについてです。これは若手スター選手が早くから高額契約を結べるように作られたルールです。通常、NBA の選手がマックス契約を結べる金額は先ほども言ったようにサラリーキャップの 25% が上限となっています。しかし、入団から4年間の間に MVP を獲得するか、またはオール NBA チームに複数回選ばれるなどの条件を満たした場合、次の契約で 30% のマックス契約を結ぶことができます。これは、若くしてリーグを代表する選手になった選手が、より早く大きな報酬を得られるように特別なルールです。デリック・ローズが若くして MVP を獲得したことが、このルールの名前の由来になっています。次に、ミッドレベルエクセプションについてです。これは、サラリーキャップがいっぱいになっているチームでも、ある程度の補強ができるように作られた仕組みです。例えば、強豪チームは高額な選手をすでに多く抱えていて、新しい選手と契約する余裕がないことがよくあります。しかし、このミッドレベルエクセプションを使うことで、一定の金額内で新たな選手と契約することができます。これにより、チームの戦力が固定されず、毎年新しい補強をするチャンスが生まれます。最後に、エキシビット点契約についてです。これは NBA チームが若手や未経験の選手をテストするための短期契約です。基本的には1年契約で、チームは選手を一定期間試しながら正式な NBA 契約に昇格させるかどうかを判断します。もしチームが気に入れば、選手を 2way 契約や通常の NBA 契約に昇格させることもできます。逆に、もしチームの構想に合わなかった場合でも、選手はそのまま J リーグでプレーする選択肢を残されるため、NBA 入りを目指す選手にとって大事なチャンスとなる契約です。このように、それぞれのルールや契約には、選手やチームがより良い環境でプレーできるようにするための仕組みが詰まっています。NBA は単なる試合だけでなく、こうした契約やルールが絡み合って、ルール全体が成り立っているというわけなんですね。ここまでたくさん難しい NBA の契約について解説してきました。しかし、まとめると、高い契約金に結べたら、やったーということですね。難しく考えなくても十分に楽しめるのですが、今回解説した内容をしっかりと理解できると、より NBA の世界を楽しむことができるようになるので、ぜひ何度も見返してみてください。さあ、大台がやってきました。トレードです。この仕組みはとても難しく、私もよくわからなくなってしまうことが多々あります。詳しく解説していきますが、わからないことがあれば、都度ご自身でも調べてみつつ、この動画を見てください。NBA のトレードとは、簡単に言えば、チーム同士が選手や指名権を交換することです。まさに、物々交換のような仕組みですね。チームはより強い戦力を作るために必要な選手を獲得したり、チームのバランスを整えたりするためにトレードを行います。例えば、チーム A が優れたポイントガードを求めているとします。その一方で、チーム B はディフェンスの強いフォワードを欲しいと考えています。そこで、お互いのニーズが一致すれば、選手同士を交換するトレードが成立します。また、選手だけではなく、将来のドラフト指名権を交換することもあります。これは、今すぐに強くなりたいチームと、
将来の成長を優先するチームの間でよく行われる取引です。トレードはシーズン中にも行えることがありますが、特に活発になるのはトレード期限の直前です。この期限までにチームが必要な補強を行うために、各チームの動きが一気に加速します。ファンにとっても、どの選手がどのチームに移るのかとワクワクする瞬間ですね。ただし、トレードは単純な選手の交換ではありません。チームのサラリーのバランスを考えたり、ルールを守ったりしながら交渉する必要があります。そのため、チームのフロントオフィスと呼ばれる経営陣が戦略的にトレードを進めていくのです。NBA ではトレードによってチームの定めが大きく変わることも珍しくありません。あるスター選手の移籍が優勝の鍵を握ることもあれば、若手成長を見据えたトレードが未来の競合チームを作ることもあります。つまり、トレードはチームの未来を左右する大きな決断なんですね。次のスライドでは、具体的なトレードの仕組みについてもう少し詳しく見ていきましょう。それでは、NBA トレードの流れについて説明していきます。まず、最初のステップは、交渉合意の段階です。ここでは、各チームの経営陣が、この選手を出して代わりにこの選手をもらいたい、ドラフト指名権とセットでどうか、といった交渉を行います。これはビジネスの世界と同じで、相手が納得しないとトレードは成立しません。時には何週間も交渉が続くこともありますし、複数のチームを巻き込んで大規模なトレードが行われることもあります。例えば、A チームが B チームの選手を欲しいと思っても、B チームはすぐに OK するとは限りません。代わりに、この選手をつけてくれたら合意するよと条件をつけてくることもあります。こうして、お互いに納得できる形になるまで話し合いが続くのです。次のステップは、トレードの成立と報告です。チーム同士で合意に達すると、トレードは正式に成立します。しかし、ここで終わりではありません。NBA には、リーグオフィスと呼ばれる機関があり、トレードがルールに違反していないかをチェックします。例えば、サラリーキャップ、何度も言いますが、チームが使えるお金の上限、これを超えていないか、契約上問題がないかなどを確認します。この審査を通過すると、正式にトレードが確定し、NBA 公式発表やスポーツニュースなどで、〇〇選手が〇〇チームへ移籍と報じされるのです。この段階になると、選手たちも自分がトレードされたことを知ることになります。中には、今朝まで知らなかったというケースもあるので、選手にとってはドキドキの瞬間ですね。そして、最後のステップがトレードデッドラインです。これはシーズン中にトレードを行える期限のことです。NBA ではシーズン途中にトレードできる期間が決まっており、それがトレードデッドラインと呼ばれる締め切りです。この期限を過ぎると、基本的にトレードはできなくなります。特に、デッドライン直前は各チームの動きが活発になり、最後のチャンスとばかりに多くのトレードが成立することがよくあります。ファンにとっても、どの選手がどのチームに行くのかと注目が集まる、先ほど言ったようなタイミングですね。NBA のトレードにはマッチングルールという仕組みがあって、これを簡単に言うと、交換する選手のサラリーがある程度釣り合ってないとトレードできませんよというルールです。なぜこんなルールがあるのかというと、お金に余裕のあるチームがどんどん強い選手を集めて、戦力のバランスを崩れてしまうのを防ぐためです。例えば、あなたが友達とカード交換をするとき、レアカード1枚をノーマルカード10枚と交換してくださいと言われたら不公平に感じますよね。NBA のトレードでも同じで、片方のチームだけが得をするような取引を防ぐために、サラリーのバランスを取る必要があるんです。このマッチングルールを理解する上で、サラリーキャップの話は欠かせません。NBA では各チームが選手に支払えるお金、サラリーが決まっていて、これをサラリーキャップと言います。2024年のサラリーキャップは約1億3600万ドルですが、ここで重要なのが、チームがこの金額を超えて選手を雇うことは基本的にはできないということです。ただし、サラリーキャップを超えても選手を雇える例外ルール、エクセプションがいくつかあり、さらに一定の額を超えると、贅沢税、ラグジュアリータックスと呼ばれるんですが、そういうペナルティが発生します。そして、その中でも特に重要なのが、タックスアップラン、税制上の上限というものです。ここでは詳しく説明はしませんが、サラリーキャッププラス例外のお金を超えすぎると、ペナルティがどんどん増えていってしまうよということは覚えておいてください。基本的にはサラリーキャップ、そして若干超えてもいいライン、これを超えたら本当はダメなんです。NBA のトレードにおけるマッチングルールは、チーム同士が選手を交換するときに、
サラリーのバランスをある程度揃えなければならないというルールです。簡単に言うと、お金持ちのチームが無制限に高額選手を集めるのを防ぐための仕組みと考えると分かりやすいです。まず、トレードで交換できる選手の年俸の範囲は、選手の年俸によって異なります。例えば、年俸が$650万未満の選手をトレードする場合、その 175% プラス25万ドルまでの選手を受け取ることができます。つまり、$300万の選手を出せば、最大で約$550万の選手を交換できるということですね。次に、年俸が$650万の選手から1960万の選手をトレードする場合は、125% プラス10万ドルまでの選手を受け取ることができます。これは例えば1000万ドルの選手を出した場合、最大で1260万ドルの選手と交換できるということです。そして、1960万ドル以上の年俸の選手はトレードする場合は、交換相手の選手のサラリーが 125% 以内でなければなりません。つまり、2000万ドルの選手を出した場合、最大でも2500万ドルの選手としか交換できません。このルールの影響を具体的に見てみましょう。スライドの左側の例では、レイカーズがステファン・カリーを獲得しようとしています。しかし、レイカーズが放出できるのは八村塁のみなので、マッチングルールに引っかかり、このトレードは成立しません。なぜだかわかりますか？なぜなら、レイカーズが受け取れる選手のサラリーが自分たちの出す選手のサラリーの 125% 以内でなければならないからです。この場合、八村塁の1700万ドルの 125% は2125万ドルなので、5576万ドルのカリーと交換するのは不可能というわけですね。一方、スライド右側の例では、ウォーリアーズがルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスを獲得し、レイカーズがステファン・カリーを受け取るというトレードになっています。こちらのトレードは、本来、ルカ・ドンチッチがトレードされてばかりなので成立しませんが、ここではあえて例として表示させていただきます。この場合、ウォーリアーズ側の合計サラリーは5600万ドルになり、カリーのサラリーに十分マッチするため、トレードが一応成立します。このようにトレードを成功させるためには、選手の実力だけでなく、サラリーがルール内に収まるように調整しなければなりません。特に、高額サラリーのスター選手をトレードする場合は、複数の選手を組み合わせることで、マッチングルールをクリアすることがよくあります。今回の例でも、1対1のトレードでは難しかったものが、2対1の組み合わせで成立しているのがポイントです。さあ、ここで皆さんにクイズです。画面に映っている2つのトレード、左側は失敗してしまい、右側は成功しています。どちらのトレードも、主にウォーリアーズとレイカーズの間で行われている取引です。それなのになぜ左側のトレードは成立せず、右側のトレードは成功したのでしょうか？動画を止めて少し考えてみてください。では、正解を解説していきます。まず、左のトレードが失敗した理由を見ていきましょう。ウォーリアーズは八村塁選手を獲得し、レイカーズはステファン・カリー選手、アンドリュー・ウェギンズ選手、ドレイモンド・グリー選手を獲得しようとしています。ここで問題となるのが、レイカーズのサラリーキャップの上限を超えてしまっていることです。具体的には、レイカーズはこのトレードを行うと、セカンドエプロン、こちらは厳しいサラリーの制限ですね。このラインを大幅に超えてしまい、リーグのルール上成立できなくなります。ここは難しいので、チームが使えるお金を越してしまったと考えてください。また、受け取るサラリーが出しているサラリーよりも約8900万ドル多くなってしまっているため、これもルール上アウト。こうした理由で、左側のトレードは失敗となりました。では、右のトレードはなぜ成功したのでしょうか？こちらのトレードでは、ウォーリアーズがレブロン・ジェームズ選手、八村塁選手、ブロニー・ジェームズ選手を獲得し、レイカーズがカリー選手、ゲイリー・ペイトン選手、そしてギサントス選手を獲得しています。この取引では、各チームの受け取るサラリーと放出するサラリーのバランスが取れており、レイカーズがファーストエプロン、まだトレードが許される範囲ですね、に収まっています。そしてウォーリアーズ側のサラリー制限もクリアしており、このようにトレードルールに反しない形になっているのです。トレードが成立するためには、チームが許されたサラリーキャップの範囲内で取引することが必須です。特に、制限を超えてしまうとトレードは成立できなくなるので、これに注意してください。これが NBA のトレードマッチングの難しさであり、各チームのフロントが慎重に計算をしながら取引を進める理由なのです。NBA のトレードは基本的に2つのチームの間で選手や指名権を交換する形で行われます。しかし、時には3つのチームが関わるトレード、いわゆる三者間トレードが行えることがあります。なぜそんな複雑なことをするのかというと、
2つのチームだけではお互いの希望が合わず、トレードが成立しない場合に、もう1つのチームを間に入れることで、取引を成立させることができます。例えば、このスライドのトレードを見てみましょう。この取引に関わっているのは、ダラス・マーベリックス、ロサンゼルス・レイカーズ、ユタジャズの3チームです。各チームがどのような選手を指名権を獲得しているのかを確認すると、ダラス・マーベリックスはアンソニー・デイビスとマックス・クリスティ、そして2029年の1巡目指名権を獲得しています。レイカーズはルカ・ドンチッチ、マキシ・クレバー、マーキス・モリフを獲得しています。ユタジャズはジェイレン・フット・シェフィーノと2025年の2巡目指名権2つを受け取っています。ではなぜこのような形になったのかを解説していきます。まず、ダラス・マーベリックスはアンソニー・デイビスを獲得したかったわけですが、彼を手放すレイカーズ側は当然それに見合うスター選手、こちらを求めています。マーベリックスが単独でデイビスを獲得するためには、レイカーズの納得する選手や指名権を提供する必要がありますが、ダラスだけでは適切な対価を用意できなかったのです。そこで、レイカーズはデイビスを放出する代わりにドンチッチを獲得することを考えました。しかし、ここで問題となるが、ドンチッチを手放すダラスが適切な保証を受け取る必要があるという点です。ここで登場するのが3社目のユタジャズです。ユタは今回のトレードにおいて調整役としての役割を果たしています。彼らは若手選手や指名権を提供することで、レイカーズとダラスの間の条件を満たし、両チームの合意を助けました。その見返りとして、ユタは将来の2巡目指名権を獲得し、チームの再建や戦力強化につなげることができます。3社間トレードが行われる理由は大きく分けて3つあります。1つ目は、2チーム間だけではトレードが成立しないときに、第3のチームが入ることで取引をスムーズに進められること。2つ目は、サラリーキャップの制約をクリアするためで、チームの年俸総額に応じたルールを守りつつ、トレードを成立させる必要があるため、追加のチームが関わることで、帳尻を合わせることができる場合があること。そして3つ目は、指名権や若手選手などを活用してバランスを取るためです。例えば、今回のユタジャズのようにスター選手を取引することで、2チームの間に入って若手選手や指名権を渡し、その対価として指名権を獲得することで将来の補強に役立てることができるのです。三者間トレードは単なる選手のやり取りではなく、チームの戦略や交渉が複雑に絡み合う取引です。通常の2社間のトレードに比べて実現するまでに時間がかかることもありますが、それぞれのチームが必要な選手や指名権を獲得できるように調整が進められています。今回の例のように、複数のチームが絡むことで一つのトレードが完成するということを理解すると、NBA のトレードの面白さがさらに深まるはずです。最後に、トレードをする際によく出てくる要素であるサイン&トレードについて解説させてください。FA、つまりフリーエージェントとは、契約が終了した選手が新しい契約を結ぶ権利を持っている状態のことです。選手は自分の意思で移籍先を決めることができますが、時にはサイン&トレードという形で移籍が行われることもあります。この仕組みは選手だけでなく、元のチームや新しいチームにもメリットがあるため、重要な移籍手段の一つとなっています。まず、FA には2つの種類があります。制限のない FA。いわゆる制限ない CFA は、どのチームとも自由に契約を結ぶことができます。一方で、制限付き FA、さっきやりましたね。こちらは、元のチームが同じ条件を提示すれば、選手を引き止めることが可能です。ここでサイン&トレードについて見ていくと、これは選手が元のチームと新たな契約を結んだ後、すぐに別のチームへトレードされる仕組みです。通常 FA として移籍する場合、新しいチームがサラリーキャップの制限内で契約をしなければなりません。しかし、サイン&トレードを活用することで、選手はより良い契約を得ることができ、新しいチームは制限を超えてでも選手を獲得することができます。また、元のチームにとってもこの制度は大きな意味を持ちます。本来なら FA 選手が移籍すると、チームは何も見返りを得られません。しかし、サイン&トレードを行うことで、代わりに他の選手やドラフト指名権を獲得することが可能になります。つまり、この仕組みを活用することで、選手、元のチーム、新しいチームの3社がメリットを享受できるのです。実際の例として、2019年のケビン・デュラントの移籍が挙げられます。彼は当時の所属チームであるゴールデン・ステイト・ウォリアーズと契約を結んだ後、サイン&トレードでブルックリン・ネッツへ移籍しました。その結果、ウォリアーズはディアンジェロ・ラッセルを獲得し、ただ選手を失うのではなく、チームの再編に役立てることができました。また、同じ年にジミー・バトラーもこの仕組みを活用し、フェラデルフィア・セブンティシクサーズと契約後、サイン&トレードでマイアミヒートへ移籍しました。この際、セブンティシクサーズはジョシュ・リチャードソンを獲得することができました。このように、サイン&トレードは FA 移籍における重要な手法の一つであり、
今後もスター選手の移籍時に頻繁に使われることが予想されます。FA 移籍をよりスムーズにし、チームの戦力を調整するために欠かせない制度と言えるでしょう。NBA の移籍市場をより深く理解するためにも、ぜひこの仕組みを覚えておいてください。ここまで長々とトレードについて話していきましたが、まとめると、トレードとは各チームが自分たちの戦力を強化するために行う交換取引です。チームは自分たちの課題を補い、より良いチームを作るために選手を放出し、新たな選手やドラフト指名権を獲得します。トレードの目的は様々です。例えば、優勝を狙うチームは即戦力となるスター選手を獲得し、一方で再建中のチームは若手選手や将来のドラフト指名権を手に入れることを優先します。また、サラリーキャップの調整のために行われるケースもあり、契約の大きな選手を放出して財政的な柔軟性を獲得することもあります。そして選手の視点から見てもトレードは単なる移動ではなく、新たな環境でのチャンスをつかむ機会でもあります。トレードによって成長し、より大きな役割を担うこともあれば、逆に期待に応えられず苦しむケースもあります。このようにトレードはチームにとっても選手にとっても NBA のダイナミックな移籍市場を作り上げる重要な要素です。シーズン中やオフシーズンに発生するトレードを追うことで各チームの戦略や今後の展望が見えてきます。つまりトレードとはバスケットボールの試合だけでなく、チーム作りの面でも NBA の魅力を引き立てる大事な要素なんですね。このチャンネルでもトレードなどが発生した際は都度解説しようと考えています。なので、この動画を見てもよくわかんなかったよという方も心配しなくて大丈夫です。次の NBA を土着と面白くしてくれる要素はお気に入りのチームや選手探しになります。NBA を楽しむにはまず自分が応援したいと思えるチームや選手を見つけることが大切です。でもどこから探せばいいのかわからない、そんな方も多いのではないでしょうか。ここでは楽しくお気に入りのチームや選手を見つける方法をご紹介します。はっきり言って、これから本気で NBA を楽しもうとしている人にとって、この選定が一番楽しい瞬間でもあります。まずはとにかく試合を見てみること。NBA は全30チームがあり、それぞれプレースタイルや特徴が違います。攻撃的なチーム、守備に強いチーム、スター選手が集まるチーム、若手が活躍するチームなど、自分の好みに合うスタイルを探してみましょう。NBA を楽しむ上で応援する選手を決めるとき、スター選手じゃないといけない、日本人選手を応援すべきと思う必要は全くありません。もちろん、スーパースター選手や派手なプレーが多く、メディアにもよく取り上げられるため、自然と目にする機会も増えます。でも、NBA にはスター選手だけではなく、チームを支える重要な選手や、試合の流れを変える役割を持った選手もたくさんいます。例えば、ディフェンスに特化している選手、ベンチから出場して流れを変えるシックスマン、ここぞという場面で勝負強いプレーを見せる選手など、スターではなくても魅力的な選手はたくさんいます。また、日本人選手を応援するのも楽しいですが、海外の選手にもそれぞれの背景やストーリーがあります。逆境を乗り越えて活躍する選手、チームを何年も支え続けるベテラン、ドラフト会から努力でのし上がった選手など、スター以外の選手にも注目すると NBA の面白さがさらに広がります。スター選手だから応援するのではなく、自分が好きになった選手を応援することが大切です。どんな選手を応援するのも自由です。自分の心を動かすプレーをする選手をぜひ見つけてみてください。応援しているチームが優勝した瞬間の喜びは本当に半端じゃありません。シーズン開幕から始まり、チームの勝ち負けに一喜一憂しながら迎えるプレーオフ、そしてついにファイナルの舞台へ。応援しているチームが優勝の瞬間を迎えた時の感動は言葉では言い表せないほどのものがあります。長いシーズンを戦い抜き、厳しい試合を乗り越えてきた選手たちの努力を知っているからこそ、優勝の瞬間はまるで自分のことのように嬉しく、ファン同士で喜びを分かち合い、SNS ではお祭り騒ぎになります。海外では街中でも現地のファンが歓声に泣き、優勝パレードの映像を見るだけで胸が熱くなりますね。時間があれば、私のチャンネルでも多くのチーム、選手を紹介しようと思っているので、期待していてください。次の面白い要素が FA になります。先ほども出てきました。フリーエージェントです。FA とは、契約が満了した選手が新しい契約を結ぶ権利を持つことを指します。選手は現在のチームと再契約するのか、それとも新しいチームへ移籍するのか、さらには、場合によっては NBA を去る決断をすることもあります。そのため、FA 市場が解禁されるオフシーズンは、ファンにとって最もワクワクする瞬間の一つです。例えば、スター選手が別のチームへ移籍することで、そのチームの戦力が大きく変わることもあります。
過去にはレブロン・ジェームズがクリーブランド・キャバリアーズからマイアミヒートへ移籍したことで、スーパーチームが誕生し、NBA の勢力図が一変しました。また、逆に長年所属していた選手がチームを残ると決まった瞬間、ファンは安堵し、チームへの愛着がさらに深まるものです。そして何より、フリーエージェント。こちら FA はファンにとって推し選手の運命が変わる瞬間でもあります。ある日突然応援していた選手が別のチームへ移籍することもあれば、新たなスター選手が自分の応援するチームに加わることもある。このドラマチックな展開こそが NBA の FA が持つ最大の魅力です。FA はただの選手の移籍ではなく、NBA の未来を決める重要なイベントです。毎年どの選手がどこに行くのか、その動向をチェックするだけでも NBA の楽しみが広がります。ぜひ FA 市場のニュースを追いながら、契約やその挑戦に楽しんでみてください。最後の NBA を楽しむ上で重要な要素は、ファンとの交流です。NBA の魅力はコート上のプレーだけにとどまりません。試合を通じて世界中のファンとつながり、一緒に盛り上がることができます。それが NBA を完成することの最大の楽しみの一つです。試合中のチャットや SNS での盛り上がり、現地での観戦、チームや選手を応援する文化、NBA には様々なファンの形があります。スライドにもあるようにファンには過激なファンや温厚なファン、そして冷静なファンなど様々なタイプがいますが、どのスタイルでも NBA を愛する気持ちは変わりません。熱狂的に応援する人もいれば、戦術を冷静に分析する人もいます。しかしどんなファンも最高なんです。一人一人が本気で NBA 観戦を楽しんでいるファンなのです。ただし大切なのは暴言や誹謗中傷ではなく、スポーツマンシップにのっとった応援です。選手を尊重し、対戦相手のプレーにもリスペクトを持つこと。感情を爆発させてもいい。熱くなってもいい。でも、相手を傷つけるのではなく、一緒に NBA を楽しむ。それこそが最高のファンの姿です。NBA の試合を見るたびに、同じチームを応援する仲間、ライバルチームを応援する人々と一緒に熱狂できる。その瞬間こそがスポーツの持つ魔法のような力。だからこそ試合を見るだけではなく、ファンとの交流も大切にしてください。みんなで盛り上がれば NBA はもっと楽しくなります。自分の推しチームが勝った時、一緒に喜びを分かち合える仲間がいる。そんな瞬間をぜひ体感してみてください。最後に、これから NBA 観戦を楽しもうと思っているそこのあなたに最後に伝えたいことがあります。NBA はただのスポーツではありません。そこには一人一人の選手の人生があり、夢があり、戦いがあります。彼らが流す汗、涙、そして歓喜の瞬間。それを私たちはリアルタイムで目撃し、共に感情を揺さぶられる。NBA の試合を見ることは、単にボールの行方を追うだけではなく、選手たちのバックグラウンドを知ることで、そのプレーの一つ一つがより特別に感じられるはずです。勝ち続けるスターもいれば、何度も挫折しながら這い上がる選手もいる。そのドラマを見届け、応援することこそが NBA の醍醐味なのです。試合ごとに新たなストーリーが生まれ、そのストーリーに参加することで、あなたも NBA の世界の一部になることができます。これから NBA を見るあなたも、自分だけの推しを見つけて、その選手と一緒に夢を追いかけてみませんか？その瞬間のために NBA を楽しみ尽くしましょう。長い長い動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画を通して NBA の魅力や楽しみ方を少しでも知ってもらえたら大変嬉しいです。もし、ここがもっと知りたい、こういう内容をやってほしいという意見があれば、ぜひコメント欄で教えてください。また、ここがわかりにくかった、こうした方がもっと良くなる、などの修正点があれば、それもぜひコメントで教えてください。皆さんの声をもとに、もっともっとわかりやすい楽しい動画を作っていきたいと思っています。あなたの感想や意見が、このチャンネルをより良くするヒントになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになったと思った方は、ぜひグッドボタンをお願いします。そして NBA をもっと楽しみたい方、今後もこうした解説や最新情報をチェックしたい方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも皆さんと一緒に NBA をもっともっと楽しんでいきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。